いよいよ最強の iPhone が加わりました。 Android 11代のハイエンドフラッグシップと比較していきます。どんな結果になるか楽しみです。どうも、トビです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですが、いよいよですね、iPhone Pro 14 Pro Max が入ってきたことと、あとですね、かなり8 Plus Gen 1の端末が揃ったので、iPhone と Android ですね、組み合わせて評価していきたいと思います。で、今回のテストなんですけど、基本的には、性能をまず見るっていうテストを行います。で、別の動画でですね、カメラをちょっとテストするので、まず第一弾としては性能面の評価をしていきたいと思います。で、今立ち上げてるのはみんな大好きなアンツツなんですけど、アンツツはですね Android と iPhone では比較のツールとしては使えないんですけど、私の評価では実際の実性能を評価したいというところがあるので、ウォーミングアップですね、まず端末を温かくするっていう目的も兼ねて Android、iPhone まとめてアンツツを回していきたいと思います。Android の端末間で、アンツツがどんな点数になるかっていうのはこれ1回回すだけなので、瞬間最大風速的な値なんでほとんど参考にならないんですけど、そこはちょっと見ていただければなと思います。で、その後ですね 3D マークのテストをして、そこで実 3D 性能を見ていくと。で、そのテストに関しては iPhone と Android 共通のプラットフォームとして使えるので、その 3D 実用性能ですね、特によく言われているのは原神が iPhone とか Android でどれぐらいパフォーマンスが出るのかっていうのを、知りたいという話があるので、この8 Plus Gen 1とか8 Gen 1、あと iPhone 含めて、原神のパフォーマンスの参考にできるかなと思います。で、最後にですね、Geekbench CPU 単体、あと、最近では AI 使ったパフォーマンスっていうのは写真のところで有効になってくるので、 AI のパフォーマンスですね見て、総合性能をですね見ていきたいなと思っています。で、今回の、並んでる端末ですね、ざっと画面上に紹介してますけど、端末の順番はですね重たい順になってます。重たければ重たいほど冷却設計で有利な面があってパフォーマンス出やすいっていう面があるので、あえてそういう順番にしてあります。端末今回12台あるので、それぞれの端末のご紹介はちょっと省かせていただきますけど、全ての端末ですね、私のチャンネルで全部個別の端末評価してありますので、気になる端末があればそちらの動画の方を見ていただければなと思います。で、右下の方にですねサーモグラフィーも出してあります。で、このサーモグラフィーの見方なんですけど、赤い点がついているところがこの全体の中で一番温度が高いエリアですね。今だとここはエクスペリアの下部のところはなぜか暖かくて、36度出てますけど、こういった形で一番暖かいところと、あと3ポイントですね評価できるようになってます。で、 iPhone のところはですね、常にマークしておく形にしています。で、なぜかというとアプリケーション上で今Android の方はバッテリー添付っていうところが出せるような形になってるんですけど、 iPhone の方はそれができないので、とりあえず iPhone の方は画面の温度よりも実は背面の方が暖かくて2度ぐらい暖かいんですけど、画面温度は常に見とくという形にしておきます。このバッテリー温度ってところも参考にしながらベンチマークを流して、温度の推移ですね、そういったところも確認しながら見ていくという形にします。じゃあですね、ちょっとかなり長い動画になるかもしれないですけど、まずウォーミングアップでアンツツベンチマークをざっと流していきたいと思います。じゃあやっていきましょう。12台あるのでかなりそれぞれの端末見ていくのは難しくなってくるかもしれないですけど、どっかから音鳴ってますね。今どこなんだろう。ちょっと待ってね、大変なことになってる。音量下げとけばよかったですね。こっちか。じゃあちょっと1台だけ流しておきましょうか。リージョンですね Y70 が一番音が今までの評価で良さそうなので、これちょっと流しておきます。ギャラクシーが今一番温度高くて38度という形になってます。ちょっとマークのところを変えていきますけど、次はエクスペリアかな。で、色がですね、サーモグラフィーの色が明るくなればなるほど温度が高くなってます。黄色いとこですね。なんで今エクスペリアが35度でギャラクシーが38度という形になってます。ちょっとアンツツの方はですねウォーミングアップなんで、一部カットしていきたいと思います。今バッテリー温度とか見えてる部分はありますけど、 iPhone は32度、背面側の方が暖かいので34度ぐらいですかね。
iPhone やっぱし温度が結構抑えられてますね、端末の。で Android の方はASUS がバッテリー温度32度なんで、ほぼほぼ iPhone と同じような温度で頑張ってる感じですね。それ以外は驚いたのは全本9が31度。もうこんな小さい端末なのに結構温度が今抑えられているので、ASUS の冷却設計技術ってこれまで評価してかなり優れてるなって感じですね。でそれ以外はだいたい39モトローラも結構過去の評価でいいんですけど31でバッテリー温度抑えられてますね。あとは、ギャラクシーちょっと高めで、シャオミは35度でまあまあですね。で OPPO がいつも高めなんですけど今40度なので、一番今バッテリー温度高い表示上になってますけど、ちょっと vivo がですね見えてないんですけど、 vivo は結構これまで爆熱だったので、おそらくバッテリー温度結構上がってる可能性はありますけど、端末の表面温度見ると36なので、なんかそんなに上がってない可能性もありますね。だいたい今40度切ってんのかな、全部の端末。この辺になるともう 3D 終わってるのでだんだんこう冷めていく感じになるんですけど、全本31、あとモトローラですねもう31なんで、この辺やっぱし優秀ですね。 ROG 本が33なんで、全本9よりも高いっていうのはちょっと驚きですけど、実際のスコアがどうなるかってとこですね。 iPhone は、33、この中では一番温度が低いかもしれないですね。画面上の温度とかは結構色が黄色くなってないので結構優秀かなと。で Android の中で見ると、今一番高いのが Xiaomi ですね。 Xiaomi が今一番温度高くて、ちょっとこう横のところが41度っていう感じになってます。次ギャラクシーですね。次ここか、ギャラクシーの Z フリップ。この Z フリップもですね見てわかるんですけど、折りたたみなんで半分しかこう、設計容量がないので結構冷却設計が厳しい中で、どこまでパフォーマンスが出るのかなっていうのがポイントかなと思います。だいたいもうこれ以上温度上がってこないかもしれないんですけど、今一番高い温度はとうとう Z フリップが一番高くなっちゃいましたね今のところ。エクスペリアは相変わらず熱設計が厳しいっていう気になりますけど、もう全ての端末ファームウェア最新になってるので、現時点の情報としては結構参考になるかなと思います。これ見ると iPhone 優秀ですね。ずっと一番温度を低い状態で保ってますけど、ちょっと反対面を少し見てみましょうか。背面はちょっとやっぱし黄色くなってますね。ちょっと Android と熱設計が違ってて、どっちかって背面側に逃がすので Android は画面側なんですけど、 iPhone は背面側がこうやっぱ黄色くなってますね。これで今黄色いところを見るとどれぐらいだ、35度か。それでも低いですね。OPPO はなんかずっと40度ぐらいバッテリー温度をキープしていますね。画面上はそんなに温度高くなってないんで、若干放熱性が悪いのかな。これはバッテリー温度が高い割には画面上がそんなに上がってないので、ちょっとやっぱ OPPO は少し冷却設計面では放熱性が悪いのかなっていうところですね。今 Xiaomi のところと Xiaomi と Galaxy でこう画面上の一番高い温度、この辺大体みんな同じ温度ですかね。色合い的には38、40度ぐらいですね画面が。暗突はそんなに負荷がかからないので35から40度ぐらいって感じですね。はい、大体今ちょうど終わってきました。順番に見ると iPhone が99、もう少しで100万点いきそうでしたね。で次 ASUS さすが110万点、Galaxy も S22 ウルトラ92万点で、Xiaomi の 12S ウルトラ108万点で、 vivo が99、あと OPPO がやっぱしずっと性能悪いですね、89で、リージョンですね101万点、K50 ウルトラで108万点で、モトローラ、かなり温度を抑える制御なんでかなり悪いですね、83万点で、Z フリップ結構頑張ってて90万点、エクスペリアで高いですね、85万点ですねエクスペリアで。この全本9がすごくて、こんなに小さくて106万点、ASUS は冷却設計結構いいですねという感じになってます。はい、暗殺はこんな感じなんで参考程度に見ていただければと思います。じゃあですね、本番の 3D マークの方ですね、準備ができたのでやっていきたいと思います。今回ですね 3D マークワイルドライフエクストリームストレステストってことで、普通のワイルドライフの3倍の負荷がかかるので、最終的なスコアですね、一番、落ちてきた時のスコアが、実用性能として参考になるかなと思います。でこのテストはですね iPhone も Android も共通のプログラムになっているので、iPhone と Android の性能の比較とかですね、 Android 間との性能の比較としては非常に有効なテストになっているので、原神とかですね 3D ゲームのパフォーマンスの参考にかなりできるかなと思います。じゃあですねやっていきたいと思います。これ結構長くてですね20ターンあるので、よいしょよいしょちょっとハープかもしれないです。じゃあやっていきましょう。なかなかやっぱ12台あると大変ですね。画面が良くなっちゃってるやつが気になるな。
ちょっとこのままモトローラのやつはオートローレートオンになっているのになんかよくわかんないですけど、この横画面になっちゃいましたね。このままやっていきましょう。今どこの端末が一番高いのかなって見ると、ギャラクシーですね。ギャラクシーは 41.8 度で iPhone は 34.8 度っていう感じですね。あとそれ以外に低そうなのがモトローラか。モトローラ画面温度が低くなってますね、今のところ。でバッテリーの温度がですね結構このテストで上がってくるんですけど、50度とかですね超える端末も過去あって、そこまでいくと、途中ですねベンチマークが落ちるとか、そんな状況の端末も過去ありましたということで、このテストかなり重たいので、落ちてしまう端末っていうのはゲーム性能としてですねちょっといまいちなのかなっていうことになると思います。で現時点の状況としては、バッテリー温度見ると35、39、38、43、42、38、41、33、39、41、35、iPhone はちょっと分かんないですけど推測で、37ぐらいか。なので、一番多分バッテリー温度低いのはモトローラーですね、おそらく。一番高いのは、OPPO と vivo か。vivo 過去いつも爆熱なんで、この2台はもしかしたら、OPPO に関しては過去何回か落ちてるのでまた落ちちゃう可能性あるかなと思います。で ASUS とかですねパフォーマンス過去かなりいい性能出してるんですけど、やっぱ36度で全本も36なんで、この2台はやっぱしバッテリー温度を抑えながら結構頑張るかもしれないですね。で今回初参加の8プラス Gen1 機として注目なのがリージョン Y70 なんですけど、これ 5.9 万円で超激安なんで、しかも音が良くて、もしかしたらこの 3D パフォーマンス考えると原神がですね、一番安くて快適に動く端末になるかもしれないなってことで、今回のストレステストの値もかなり参考になるかなと思います。で次新しく来たのがですね Redmi の K50 Ultra で、これ日本にもうすぐ 12T Pro として、カメラのところですよね200メガピクセルに乗った状態で、ほとんどこの端末の状態で日本できそうなので、この端末もですねちょっと要注目かなと。で新たに追加された機械、この H30 Ultra X30 Pro って中国版言うんですけど、こちらもですね今日本で発売されている H30 Pro の後継機と思われるもので、日本に来るかどうか現時点で分かんないですけど、カメラがかなり強化されていてコスパが非常に高くて非常に注目度高いかなと。で次この Z フリップ4ですね、これ折りたたみなので画面上も半分しかここしか暖かくなってないですけど、この端末非常に面白くて、軽量で8プラス Gen1 なので、この全本9と比較してどうなのかっていうところとかですね、折りたたみで非常に使いやすいんだけども 3D 性能どれくらいいくのかっていうところが注目ポイントかなと。で最後全本9ですね、こちらも間もなく日本に来ると思うんですけど 169g で一番軽いんですね。でしかも見た感じすごく小さいと分かると思うんですけど、こんなに小さな端末でどこまで性能出るのっていうところが非常に注目ポイントかなと思います。この中では圧倒的に軽いなので、ここ辺はですね ROG フォンと全本って AS2 強ですけど、この2台がどこまでパフォーマンス出るのかっていうのと、差分もちょっと気になるかなと思います。あと話してる前にOPPO落ちちゃいましたね。リタイアですね。現地の温度は画面温度38、ちょっと暖かいとこ見て41度か、ちょっと落ちちゃった状態で、ちょっと今裏面見てみますけど、ちょっと測ってみましょうか。まず40度、そんなに暑くないですね。40何度なのに落ちちゃうっていう前回もありましたけど、なかなか厳しいですね。バッテリー温度45度か。 OPPO XY Pro はリタイアという形になってます。で今 vivo もですねバッテリー温度48度で爆熱独走中ですけど、こいつはすごく暖かくなっても過去押したことないんで多分走り切っちゃうんじゃないかなと思います。で今温度が一番低いのはギャラクシーとか Z フリップすごいですね。バッテリー温度40度なんで比較的抑えられた状態でいってるんですけど、モトローラーがこのバッテリー温度33っていう、バッテリー温度見ると非常に低いので、先ほどのアンツのパフォーマンスも相当落としてきてるんで、地震だ、ちょっと地震が来ましたね。これ結果見ると 3D マークも結構値を落とした形で発熱を落としたパフォーマンスで来るんじゃないかなと思います。でそれ以外はK50 Ultra 47で、これ若干心配ですね。温度が徐々に上がってきてるので途中で落ちてくる可能性はゼロではないかなと。過去ですね Redmi のK50 シリーズいつも落ちてるので、また落ちるのかっていうのはちょっと気になりますね。ちょっと落ちずに走り切ってほしいです。ちょっと今現時点で分かんない、落ちるかどうか。でリージョン結構頑張ってます。41度なんでリージョンも、今回私も初めて
評価しましたけど、こいつのね設計はかなりうまくできてるなって感じで、パフォーマンス今回結構期待できるかなと思います。で iPhone の方ですね、今どんな状況かって言って36度か。ちょっと背面も一応確認しておきましょうか。背面はやっぱり 39.7、 だいたい2度ぐらいやっぱし高いですね。で CPU のところだけが高いっていうのが、個別の評価でも分かってますけど、だいたいプラス2度ぐらいの温度で動いてるっていうところを、意識して見といてもらえばなと思います。Android は画面側が高いんですけど、 iPhone は背面側なんで、ちょっと背面側はモニタリングできないので、プラス2度ぐらいあるかなっていうところを意識しておいてもらった方がいいかなと。なんで、今 3D を動かしている状態では、iPhone と Android を比較っていう面では、iPhone だから温度が低いっていうのはちょっとそれは言えないですね。今画面温度だけ見ても Galaxy の方が低かったりするし、背面だと iPhone の方が高いので一概には言えない。今リージョンなんか37度で iPhone とほぼほぼ同じ温度か。モトローラに関してはもう劇的に低いですね、34度で。画面上を見るとやっぱし色でわかるので、3D はやっぱしCPU にかなりの負荷がかかるっていうのがあるので、この辺りですね、原神やった時に、いかに発熱を抑えて性能が出るかっていうところに関わってきますけど、今この結果を見ると8プラス Gen1 かなり効率が良くなったことで、iPhone のですね A16 チップとか A15 チップ非常に優秀なんですけど、ほぼほぼ同等か下手すると、超えてきてるような感じがしますね、 3D 性能は。もう最終結果どうなるかっていうところは見ものかなと思います。今一番温度が低いのは相変わらずモトローラーで、ちょっと Vivo はちょっともう見えなくなっちゃってるので、おそらく50度コースいってるかもしれないですね。今46度で画面温度が一番高いマシンになっちゃってるので、爆熱の Vivo っていうのは今ファームウェア何回かアップデートしてるんですけど、相変わらず変わらない感じですね。とうとうやっちゃいましたね、シャーミ KFT ウルトラまた落ちちゃいましたね、残念ながら。オーバーヒート出ちゃいました。バッテリー温度48度ですね。画面温度はもうやっぱし46度とか結構あったかい。背面も同じぐらいですね。結構あったかいですけど、熱分散は結構できてますが、残念ながらまた K50 ウルトラ、前回 K50 プロの時もおっしゃったんですけど、なんかレッドミーの端末なんかこの辺弱いですね。なんで治らないかなって感じですけど、シャーミの 12S ウルトラは今問題ないですけど、ちょっとこの K50 ウルトラ今後 12T プロで日本に来るときはこの問題をちゃんと直してきてほしいなと思いますね。またちょっと2台落ちちゃったのは痛いですね。この後あと危なそうな端末は、バッテリー温度見る感じでは次高いのは、ASUS が45度ですけど、エクスペリアちょっと見えなくなっちゃってますね。エクスペリアはなんか今温度が画面温度比較的下がってきた感ありますけど、モトローラすごいですね、34度、エクスペリア38度か、シャーミが50度、だいたい10度ぐらい違う。Vivo はもう論外というか、多分画面温度がこれ46度で、シャーミはこう一部49出てますけど、実際のところあれか38なんで39か。ちょっとこう今やっぱり Vivo が画面温度一番高そうですね。こういうなんか端っこだけっていうのはサイド面で放熱するやつがあるので、たまに出ちゃいますけど、今Vivo がやっぱ47度で一番温度高いで、温度傾向だけ見ると低めの端末っていうのがiPhone と Galaxy ですね。 Galaxy とモトローラ、次 Xperia ですかね。リージョンか Xperia って感じですね、色の濃さから見ると。そんな感じになってるので、多分 iPhone はおそらくもう安定しちゃってるので、この37度から40度付近でずっとちゃうのかなって感じですね。今背面温度が40度近くありますけど、結構持った感じですね。サイド面の放熱が結構すごいですね。ステンレスになってますけど、結構あったかい、熱いなって感じがします。ちょっとプロマックスに関してはちょっと発熱結構するなっていう話が出てますけど、実際私の評価でも負荷かけると発熱してるので、この辺はちょっとやっぱし A16 チップだからっていうのはあるかわからないですけど、やっぱ性能を出してしまうと、TSMC の4ナノでも発熱しちゃうのかなって感じですね。スナドラと A16 チップどっちがいいかっていうのは、アーキテクチャの差分とかいろいろありますけど、だいぶ近づいてきた感じがしますね。今画面上を見るとどうですかね、性能面。どれが一番性能出てるかってちょっとよく見ないと分かんないですけど、なんかやっぱし ASUS のやつはなんかこの辺見てると滑らかな感じしますね。今人が歩いてますけど、これちょっと結構カクカクしますよね。ここやっぱし滑らかですね。ちょっとエクスペリアこれちょっと結構カクカクして、あとリージョンはちょっと滑らかですね。まだバッテリー温度42度ですごいな。
ASUS の端末より低いですね。これでパフォーマンス高ければかなり脅威ですね。で Z フリップもとギャラクシーはやっぱギャラクシー端末は温度傾向似ていて40度ぐらいで収束してますね今のところ。この辺サムスンの設計ポリシーでそんなにバッテリー温度上げない形で性能を出しそこで抑えるって感じになってるんだと思うんですけど、でシャオミは結構バッテリー温度高めでいくんですけど今のところ43度までしか上がってないので、12S ウルトラは結構、過去の評価でも優秀だったんで、原神とかもですね快適に動くって言われてますけど、この辺今の結果としても、納得できるかなと思います。あんまり温度が上がってくるとサーマルスロットリング制御で CPU の性能が落ちてきてしまうので、その辺冷却設計うまくいってるそんな感じですね。今 ROG 本はやっぱりご了承で今48度上がってきましたけど、外付けクーラーも意識した設計になっていて、クーラーつけるとさらにパフォーマンス出るんですけど、つけなくてもですね内部にかなり冷却剤というか、そういったのが入ってて、CPU の部分は結構冷えてるんだけどもバッテリーのところはあったかいっていう設計になってるかなと思います。この辺バッテリーバイパスですね、電源つないだ時バッテリーを使わないっていうようなゲームモードがあるので、そこも考慮してるのかもしれないですね。でこのリージョンの Y70 も実はですねバッテリーバイパス機能があってあんまり言われてなくて私も紹介し忘れたんですけど、この価格帯でバッテリーバイパス機能があるのすごいなと。あとエクスペリアもついてるんですけど、この3台はバッテリーバイパス機能があって、バッテリー温度ですね抑えながら、若干エクスペリアもバイパスモードを使うとサーマルスロッティング制御が少し緩やかになるので、ゲームするときは、電源つないでやるっていうのもこの辺ですね考慮した設計になってるかなっていう感じですね。だいたい今もう傾向が収束しているような感じですかね。40度ぐらいのエリアでバッテリー温度とか端末温度っていうのが iPhone と Galaxy2 台、あと若干プラスで42、3度ぐらいなのが Xiaomi とリージョン、ちょっとエクスペリアはちょっと分かんないですね。で45度ぐらいのところですねが今全本と、ちょっとエクスペリア分かんないですけど、エクスペリアちょっと見てみましょうか。温度、39度か画面温度比較的低いから、これバッテリー温度も40度ぐらいかもしれないですね。で一番多分 vivo が今独走中で、ちょっとこれ54とか出てますね。今48か、多分50度近くの今なってるかもしれないですね。一番今温度が高いのは vivo かなっていうところになってます。終わりましたね。はい、機体のパフォーマンスどうなってるのかちょっと見ていきたいと思いますね。これ vivo めちゃくちゃ熱いですね。やけどしそうなぐらい熱い。やばいですねこの端末。よく落ちないな。これ寿命大丈夫かなっていうぐらい熱いですね。ちょっともうどうだ後でやり直しちゃうので遅くなっちゃってますけど、もう少しで終わりそうですね。これすっごい熱い。本当大丈夫かな。もうサイド面持ってないですねこれ直で。それぐらい熱いです。iPhone の方は比較的温度抑えられてて、この辺色見たらすぐ分かると思いますけど、ちょっとモトローラ終わるまで待ちましょうか。終わるかな。はい、一応結果が出たってところで値をですねちょっとチェックしていきたいと思います。でローエストのところの値が実用性能として参考になるということと、あとこのグラフがですねバタついてるとゲームが不安定なので、できる限り安定しているところがポイントになります。で iPhone からチェックすると2336、あと ROG フォンが2600なんで、この時点で ROG フォンの方が 3D 性能が高いってことですね。原神やるとしたらこの今おすすめしてるのは ROG フォン6ですけど、こちらの方が性能高い。で Galaxy は1400なんで、この2つ比べるとかなり性能差出てますね。で Xiaomi が2100なので、若干いい。vivo 旧世代の 8Gen1 なのに2100で Xiaomi を超えるっていう、でも爆熱で熱いんですけど、安定してるから結構ですね。Xiaomi はもうずっと安定してますけど、ほぼほぼずっと安定してる感じですね。Galaxy はすぐ落としていく感じで、 ASUS はもうすごいですね。 96.5%、 もうほとんどずっと性能変わらない。で注目のリージョンは1877か。Xiaomi よりは少し2100で落ちるところですね。若干落ちたところがあるのでね、ここはもったいないですけど、だいたい2000ぐらいのパフォーマンスなんですかね。でモトローラ温度かなり低かったんですけど、もうずっと安定してるけど1400なので、Galaxy と同じだから 8Gen1 の世代と同じパフォーマンスを8プラス Gen1 で実現して温度を極限まで抑えるっていう設計になってますねこれは。で Z フリップ4さすがにきついですね。1200なんでこの中でワーストかな、おそらくワーストですね。
一応下の方で安定してますけど1200なんで、ここまで来ると888に抜かれちゃうくらいかもしれないですね。さすが半分しかないんで冷却エリアが。でエクスペリア1300なんで、これで言うとバースト、2ぐらいか、ギャラクシーよりもちょっと劣ってしまう感じですね。安定はしてる。で注目の全本92116、すごいですね。シャオミを超えてる。すごいな。2100っていうと vivo とほぼ一緒だし、シャオミは超えてて、これナンバー2、ちょっと iPhone がナンバー2か、2300なんで、なので順番を見ると1位2位、次が vivo か、vivo が3位で、4位がなんとこの小さな全本で、5位が Xiaomi 12S で、6位がリージョン、7位がギャラクシーかで、8位がモトローラーで、9位がエクスペリアで、10位が Z フリップ4という形になってます。あと2つはリタイアという感じですね。これで大体もう原神どれがいいのかっていうのが見えてきますけど、価格コスパで見たら、どれがいいかっていうと、やっぱこれリージョンすごいですね。たった6万円でこの性能なので、一番の性能な ROG 本はこれ14、15万するんですかね、もし日本出たら。でプロマックスもこれ17万ぐらいなんで、これの3倍ぐらいですよ、23万なんで、コスパを見たらまたちょっと違った視点になるかなと思います。この対決だけで見ると Android の中では S6 フォン6最強という感じですかね。で Android 対 iPhone っていう視点で見ると iPhone は、Android の中でいうと、2300だから、トップクラス ROG 本のゲーミング端末に比べると、劣りますけど、こういう普通の端末よりも1割ぐらい性能高いので、やっぱプロマックス結構すごいですねという感じの結果になりました。ここはもう 3D 性能、実性能なので、ガチンコ勝負ですけど、非常に値としては参考になるかなと思います。じゃあ次ですね、 CPU と AI の処理性能についてちょっと見ていきたいと思います。これはですね、あんまりなんでしょうね、よく見られてますけど、高性能アプリから見たらそんなに影響ないんじゃないかなっていうところですけど、今回私も初めてやってみようということで、ギークベンチですね、ちょっとやってみたいと思います。どっちかというと CPU のシングルコア、マルチコアの性能っていうところもあるんですけど、私としては AI の処理性能がどういった形になっているのかっていう方が実は今気になってます。結構写真使う時に最近 AI を使ってるっていう面があるので、意外と有用じゃないんじゃないかなというとこですね。じゃあちょっとギークベンチ、まず CPU ですね、やっていきますかね。でギークベンチに関してもですね、一応マルチプラットフォーム対応ってことなので、もうピュアにですね CPU のマルチコア、あとシングルコアの性能差分が見えるかなと思います。で今ちょっと端末もあったかい状態なので、よりですね瞬間最大風速よりも、実用性の近いところが見えるんじゃないかなと思います。ちょっと早くしないと冷めてきそうなので、回していきたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、ギークベンチの内容っていうのはあんまり私も見てないんですけど、この辺なんか PDF のレンダリングとかテキストレンダリングとか HTML5 とか、なんか実用アプリケーションをなんか動かしながらちょっと見てるような感じですよね。レートレーシングとかも回してるんですよね、一応 CPU で。フェイスディテクションとかなかなか興味深いですけど、この辺最近のチップって CPU だけじゃなくて AI エンジン、CNN のエンジンが積んでるので、そちらのですねギークベンチの ML っていう方ですねでちょっと見ていきたいと思ってます。で今流しててもちょっと温度も冷めてきちゃってる面もありますけど、OPPO なんかずっともう待機中だから29度なんで、ちょっと OPPO はあれですね、他の端末と違う状況で、こちらも35度なんであれですけど、やっぱこのベンチマーク自体はそんなに温度上がってこないのかな。なんか iPhone も早速ありましたね。なんか早いですね。シングルコアが1800、マルチコアが5400か。ちょっと私自身がそんなにこのギークベンチ回してないんで、この値の性能感っていうのがパッと分かんないんですけど、ちょっとAndroid 端末と比較しながらですねちょっと見ていければなと思います。で Android の端末今 8Gen1 と8プラス Gen1 混ざってるので、その辺の差分もちょっと見れるんじゃないかなと思いますね。今終わりましたね。 ASUS これだけ見たらあれですね、 iPhone の方が高いですね。全然1800に対して1300、シングルコア、マルチコアもだいぶ性能差あるな。この値だけ見たら明らかに A16 チップの方が優秀っていう風になっちゃいますね。これ 3D の性能、さっきのベンチマークとは違うので、CPU の性能という面ではこういう値になっているという
感じになると思います。だいたい終わって、なぜかリージョンだけ遅いですね。なんか変な値が出てくるかもしれないですけど、ちょっと待ってる間時間もったいないんで見ていくと、レースまずシングルコアざーっと見ると一番低いのはもうすぐ目立っちゃいますけど、オッポが一番低そうですね。で一番高いのは、どこだ、意外に K50 ウルトラですね。マルチコアに関して4300に僅差ですけど、ROG6 と比べるとほぼほぼ同等という感じになってます。全本9も結構高いですね、4200で。この辺8プラス Gen1 機が並んでるんですけど、8プラス Gen1 機は今あれか、これも8プラス Gen1 機ですけど、だいたいマルチコアが4000以上になってるのかな。で8 Gen1 機は今極端に低いのが、マルチコアは、エクスペリアとギャラクシーが3200と3300でちょっと低いですね。なんかちょっとおかしなやっぱし状況になってますね。ちょっと値がこれ明らかにおかしいですね。なんか変なアプリ走ってたのかなっていうぐらいですけど、ちょっとこれモードがちょっとこれバランスモードになってました。リージョンベンチマーク失敗しちゃいましたね。バランスモードとパフォーマンスモードで全然違うんで、他の端末は一応全部パフォーマンスモードに設定してるはずですけど、どうなんでしょうかっていうところはなんか心配になってきますね。大丈夫そうかな。一応大丈夫そうですね。はい、ちょっとリージョンもう一回回して見てみましょうか。やっぱこのシングルコアの性能っていうのが結構実用性能に効いてくるんじゃないかなと思うんですけど、アプリケーション非依存でシングルコアで馬力出ますからね。マルチコアはちょっと複数のアプリの時はあれですけど、単体アプリで言えばシングルコアの性能って結構重要なんですけど、 A16 チップ1800はすごいですね。でマルチコアはアプリケーションによっては使いこなせるかとか、あとOS 側でプロセス分散するかとかいろいろありますけど、シングルコアの基本性能はまず高いっていうのは非常にいいことかなと思いますね。あとマルチコアの方も負荷が高いアプリは結構重要なので、5400点ってすごいですね。はい、リージョン終わりましたね。ようやくちゃんとした値が出てきました。すごいですね、1300ということで、統括するとシングルコアナンバーワン iPhone ですね。でマルチコアもナンバーワン iPhone でも CPU 性能本当 iPhone すごいかなっていう感じになってますと。でナンバー2は、シングルコアでいうと ROG フォン、あと ROG フォンじゃなくてあれか、リージョンが1333で一番高いんですね。すごいですね。全本9が2位っていう感じですね。1327で3位が Z フリップと ROG フォンなので、 Z フリップやっぱCPU 自体はやっぱしパフォーマンス出ますね。スロットリング制御ほぼほぼ関係ない状態で走ってるようなもんなので、瞬間最大風速って感じになりますけど、そういう感じかな。ミニマムでは OPPO が一番低い感じで、だいたい1300ぐらい、あと1100台、低いやつは1000切ってるやつがあるって感じですね。マルチコアに関しては1位はどれだ、K50 ウルトラで、2位が ROG フォン、3位が全本9という感じになってます。ちょっと台数が多いんでこの辺ですね、順番を載せておきます。じゃあ次ですね、ギークベンチの ML を使って AI のパフォーマンスのチェックしていきたいと思います。AI としてフレームワークはですね、TensorFlow Lite で、Apple の場合ですね、Core ML の API 使って、Android の場合は NNAPI を使って、API これはCPU とか GPU とか効率的にこのTensorFlowを回すときに考慮して動くので、実際のパフォーマンスがですねどれぐらい出るかっていう参考値になるかなと思います。じゃあやっていきましょう。はい、端末の方は今もう冷え切っちゃったかもしれないですね。32、iPhone も30度だし、そんなに高い端末ないって感じかな。Xperia のこの辺だけ高いですけど35、だいたい31とか35度とか、それぐらいのバッテリーパフォーマンスになってる感じですね。早速 iPhone あれですね、3174で早いですね、処理が。これはどんな値になるかって全く分かんないですけど、 Android 3261、 Xiaomi iPhone より高いんだ。そっか、3281、3280、結構この辺になってくるとそんなに差が出てこないのかな。8 Gen1 機3070 Galaxy ですね。Xperia も3100、全本9なぜかすごい3334、1位かこれだと。今だとまたやっちゃったかな。一応ビーストモードになってるけど、なぜか遅い。なぜか謎の値が出てます。リージョンは621。これもそうだな、モトローラ558でなんか値が変ですね。ちょっとこれ初めてやったんですけど、なんかありそうですね。ちょっとここはあんまり参考にならないかもしれないですね。OPPO は2100なんで、これ実際にそういう性能かもしれないですけど、ちょっと遅いですね。でビーボがまたなんか遅くなってるんで、
こういう値になっちゃうのかもしれないですね。またちょっと Android のこの揺れちょっと気になりますけど、 NNAPI がなんかうまく動いてないのかなっていう感じがしますね。これだと GPU 今これ見たら734で MAX で動いてないですね。 CPU もクロック結構揺れてるし、 AI エンジンのところはちょっと分かんないかもしれないですね。これ長いな。ビーボ温度に関しても全然上がってないですね。やっぱ30度。エクスペリアは一番高いけどビーボも全然上がってないんで、なんかこれ遅いのは意味が分かんないけど、75でもしかして止まっちゃってるのかなこれ。ちょっと止まってたかもしれないですね。もう一回一応流しましょうか。ちょっとリージョンとモトローラーももう一回流してみますかね。ちょっと値としてはなんか変なになっちゃってるんで、モードはちゃんとなってるはずなんだけどな。ちょっとおかしいですね、この今リージョンの状態が。0% から全然動かないですね。なんなんでしょう。モトローラー終わったんだけど560変わんないですね。この状況だとちょっとリージョンとモトローラーは何かのよくわかんない原因でこのベンチマークがうまく動かなかったってことになりますね。でビーボは 75% でずっと止まってるのでこれもアウトですね。ということでこの AI のパフォーマンスに関しては1位がなんと全本9ということで、8プラス Gen1 機だいたい3200点から3300でそんなに差がないって感じですね。で 8Gen1 機は3100で少し劣るような感じで、AI のパフォーマンス 8% とか 10% 上がったっていうのはその辺が出てるかなって感じです。で iPhone に関しては3100なのでだいたい 8Gen1 と8プラス Gen1 の真ん中ぐらいというパフォーマンスでって感じですね。これぐらいの単位だったらもう iPhone も Android もほぼほぼ変わらないって感じですねという結果になりました。ちょっと他のこの Vivo とモトローラとリージョンは何かしらの影響ですね。今リージョン終わりましたけど値が出てないのでこの辺はなんか OS なんか AI API 周りになんか悪さしてる可能性があるのでちょっと気になるなという感じです。はい、今回の評価アンツツあと 3D マークギークベンチこの3種類やったんですけどちょっと動画の方かなり多分長くなってしまったと思いますけど、何かの参考になれば幸いです。なんか今頃 Vivo 終わりましたね。1800点っていう謎の値が一応回りきったということで今回のレビューは以上になりますけど次はですねカメラの方をやっていきたいと思います。引き続き動画の方を見ていただけますと幸いです。それではまた。